先史時代、地球には多くの壮大で高度な文明が住んでいました。これらの文明のほとんどは人型でしたが、これらの古代人類のうち、地球で誕生したものは一つもありません。何百万年も前に、5次元の星の小さな集団が地球に移住してきました。この地球への最初の星の旅人たちは、プレアダマイトと呼ばれています。彼らは、先史時代のレムリア人やアトランティス人と呼ばれる堂々とした存在で、プレアデス星から、そして最終的にはビラ星系からやってきた高度な人間らしい存在です。この地球に最初にやってきた人型生物が、地球の原型となるテラフォーマーです。彼らは、後にアヌンナキによって現代人のホモ・サピエンスにアップグレードされるエレクトリタスや、ネアンデルタールの祖先である高度なヒューマノイドを導入しました。これらのオリジナルの高度なテラフォーマーと世界計画者たちは、数百万年前、様々な理由で地球を離れ、5次元に戻りました。シリウス星系のいくつかのグループは、王家の血統を結婚させて、それぞれを統合する王朝を作ろうとしたが、多くのリラ人がこの新しい王朝への忠誠を拒否しました。統合されたはずの帝国の王たちは、宇宙のそれぞれの領土に移動したり、惑星ニビルに移住しました。ニビルはシリウス C を回る本来の軌道から、地球の太陽系内を横切り、シリウス C の少し冷えた後であるネメシスの周りを時計回りに、細長い楕円軌道で回る軌道に発射されました。このシリウス人の存在がアヌンナキです。このシリウス王朝の一部の派閥は、自分たちの惑星の大気を救うために、単元資金と鉱物資源を得るため、44万5000年前に大きな宇宙船で地球に渡りました。ニビルの科学者と最高評議会の計画は、ニビルの大気中に細かく砕いた白い粉、単元資金を注入し、彼らの太陽星の明るい光線と熱をそらすための金属シールドを彼らの星の周りに作ることだったのです。これらの星の生き物は、高度な知識、技能、技術を持つ5次元の人型種族です。彼らは爬虫類と人間の両方を兼ね備えています。彼らは肉体のまま何万年も生きることができます。彼らの DNA のテロメアは劣化せず、体細胞は永遠に自己複製を続けることができる。彼らは自分自身の幹細胞と融合した生命のワインを飲み、生命のパンである白いモノトーンの金粉ケーキを食べることによって長寿を実現していた。アヌンナキは王家の血統が純粋であることを保証するために家族内で繁殖しました。この成人は現代人よりもはるかに大きく、背が高く強かったと記録があります。シリウス王朝は超大型のエゴと支配的な個性を持つETS の構造的で厳格なグループであった。彼らは高い知性とパワーを持ち、神のような存在であったが、しばしば人間的な過ちを犯しました。彼らは定期的に互いに意見を対立させ、自分の家族に非常に嫉妬したため、最終的に古代の大規模な地球戦争につながった。彼らは自分たちが従うべき創造主の神を信じていたが、同時に自分たちを支配する神聖な権利を持つ神々とも呼んでいた。シリア王朝の王である父アヌとその2人の息子、エンリル、エンキ、そしてその近親者は地球上の人類の歴史において最も重要な役割を果たした主な星の存在である。古代に地上を歩いた超能力を持つ神々の話は、すべてこの存在にまつわるものである。天から地上にやってきた光り輝く存在たちである。シリウス王朝は細心の注意を払って、日々起こるあらゆる出来事を粘土や石板に記録していた。この先史時代の記録は、アヌンナキが地上に滞在した全期間、数十万年間をカバーしている。残念ながらこれらの石板の多くは、12600年前の大洪水で何キロもの土砂の下にうずもれてしまったが、現代ではこれらの石板や粘土板が何万枚と発見されています。しかし、そのうちのほんの一握りが検査され、
解読されたに過ぎません。現代の最高の翻訳では 98% が一致し、これらの翻訳では地球の戦死時代に起こったことが幻想的に語られている。石に刻まれたこの物語は古代の歴史的な宗教文書と一致している。しかし設計文字の石板は欠けている細部をすべて埋め、古代の混乱した謎にすべて答え、多くの人が聞いてきたのとは全く異なる物語を語っている。シュメールのいくつかの石板には、ニビルから内惑星を通り、小惑星帯を通って地球に至る最初の宇宙旅行と、最初のシリウス王朝の地球への上陸の詳細が記述されています。船には後方コンピュータ、液晶画面、通信システムが搭載され、母星にメッセージを送ることができたと書かれています。これらの船はまた、核ミサイルで武装されており、これらは小惑星帯として知られる走行保護帯を通過する彼らの飛行船のための道を確保するために発射されました。ニビルの最初の訪問者であるアラルは大きな宇宙船で地球に降り立ち、メソポタミアの地の近くの地球の海の一つに降り立ちました。この地は後にエデンと呼ばれるようになった。その宇宙飛行士は海や危険な大気から身を守るためにワシのヘルメットと魚の着ぐるみを着て上陸しました。この最初の ET の訪問者は地球をスキャンする際に人間のような生き物がいないことに注目した。アラルは異星人の惑星ですぐに大気をテストし、空気が吸えること、したがって大気は安全であることを発見した。そして特殊な装置で海水の近海を検査したところ、近海が豊富にあることが分かりました。ニビルに彼が本当に地球で金を発見したことを報告した後、ニビル評議会は偵察ミッションを立ち上げ、地球に向けて出発しました。エンキはこの2隻目の船に乗り込んでいた。着陸してアラルに挨拶した探査隊は、驚異的な土木機械と建設技術を駆使し、6日間で地球初のアヌンナキ入植地を建設した。このエビルにあるニビルアンの最初の都市は、遠くにある家を意味するエリルと名付けられました。エリルはアヌンナキのために緑豊かで壮大な楽園として作られ、完成した時、アヌンナキはそれが美しいと見て、7日目に休息したのです。現在のイラク、メソポタミア南部に位置するエリルは、まさしく地球上で最初で最古の都市と考えられています。